こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や、食と健康、そういったことをテーマにいろんなお話をさせていただいておりまして、今日はですね、砂糖のシリーズの、最終回ということになります。これまでに、いろいろ砂糖の、製造方法とか、原料とか、害とかですね、そういったことをお話ししてきたわけなんですけれども、最終的にじゃあどの砂糖を選べばいいのか、砂糖っていろんな種類がありますよっていうふうに、解説してきたんですけども、じゃあどの砂糖を選べば体に一番いいのかとか、そういったことをですね、お話ししていこうかなと思います。砂糖の選び方というところですね。これ砂糖を使うってことを前提としてますけども、砂糖を含めた甘味料の選び方ですよね。何か食べ物に甘みをつけたいと思った時に何を利用していくとよりいいのか、そういったところをですね、お話ししていこうかなと思います。はい、ということでですね、おすすめの砂糖はもちろんできるだけ取りすぎない方がいいですね。取りすぎないに越したことはないんですけれども、全く取らないっていうのは難しいので、じゃあ使うとしたら砂糖をですね、使うとしたらどういうものがいいかというとですね、もうここに書いてある通りなんですけれども、精製度が低いものを選んでいくっていうのが重要なポイントなんですね。で、その精製度が低い砂糖って何かっていうと、代表的なのが黒糖とかきび砂糖なんですね。この2つぐらいですかね。黒砂糖というやつですね。で、こういった生成度合いが低いお砂糖ですと、その原料のサトウキビに含まれているミネラル分とかそういったものが残っているわけなんですね。なので、食品としてのバランスがいいということになります。多少そのミネラル分が残っているっていう点でですね、もう生成されても本当に純度が高い諸糖っていうものを使うよりかは、全然こっちの方がいいということですね。人間ってやはりですね、糖分を取らないといけないっていうところがありますので、やはり体に入れる糖って良質な糖を少量入れたいわけなんですね。少量というか必要な分だけ良質な糖を入れていきたい。そこでやっぱり使っていくのが白砂糖、いわゆる精製度が高い白砂糖と言われるものではなくって黒糖とかきび砂糖といった精製度の低いものを使っていくといいですよというところですね。で、原料はサトウキビになるんですけれども、できれば無農薬のサトウキビとか有機栽培されたサトウキビから作られたものが、よりいいですよね。なので沖縄とかで、栽培されているサトウキビから作った黒糖というのが一番おすすめということになります。で、よくですね、健康志向の方とか、マクロビとかやられている方とかは結構使う方多いんですけども、天才糖っていうやつですね。天才糖は白砂糖に比べるといいみたいな感じで、そういうイメージで使う方も結構まだ、今でも多いと思うんですけども、実はですね、この天才糖を選ぶ意味ってあんまりないんですよね。ほぼないんです。その白砂糖と、いわゆる白砂糖って言われているものと、上白糖とかグラニュー糖とかそういうものですよね。そういう白砂糖と天才糖っていうふうに言って売られているもの、天才糖っていう感じでパッケージに入って売られている、スーパーに売られているものと、この2つ比べた時に、じゃあやっぱり体にいいものを選びたいから天才糖を選びましょうっていうのがあまり意味ないということですね。なぜかというと、まずですね、一つ目の理由として、農薬の使用なんですよね。天才って北海道で主に栽培されてるんですけれども、天才自体を栽培するのってやっぱり大量の農薬を使うらしいんですね。サトウキビに比べると結構たくさん農薬を使わないとうまく
こう栽培できないっていうところがある作物だということなので、かなりこう農薬が使用されているというのが現状です。やっぱりこう農薬って残留農薬とかそういったもの、お野菜とかですね、お米とかも気になる方はすごく多いと思うんですけども、このテンサイにもやはり農薬がたくさん使われてしまっているっていうのがまず1つ目ですね。で、2つ目がやっぱり精製度が高いっていうところなんですけども、通常の白砂糖と精製度が全く同じ、もしくはテンサイ糖の方が若干高いぐらいなんですよね。よくスーパーにこう売っているテンサイ糖って書かれている茶色い砂糖って目にすることあると思うんですけども、あれはですね、この製造工程的にはサトウキビから作られる三温糖に近いものなんですね。なので製造工程的に言うと、このテンサイ糖と三温糖って大体同じような感じなんですね。テンサイ、原料テンサイってしてますけども、テンサイからまずはグラニュー糖を作ります。作り方はサトウキビの、グラニュー糖と全く一緒です。ほとんど一緒で、原料がテンサイなのかサトウキビなのかっていう違いだけなんですけども、でまずこのテンサイを原料としてグラニュー糖を製造しますと。でその製造した際に残った糖の汁があるんですけども、その、糖の汁を粉末状に乾燥させたものがこのテンサイ糖なんですね。これテンサイ糖の作り方っていうふうにですね、検索していただくと結構出てくるんですけれども、要はグラニュー糖を製造した後の残りかすみたいなもので、それをさらに煮詰めた、ものっていう感じですね。なので、再度加熱していることによって色が褐色しているからテンサイ糖って茶色をしているんですね。もともとテンサイ糖はテンサイ糖でも、テンサイ糖のグラニュー糖とかテンサイ糖の上白糖というのもありますので、それは白いんですよ。それはもともとテンサイ糖は白いです。でもともと白いテンサイ糖をさらに再度にわたって加熱してるから茶色になってるんですね。それは要は三温糖と一緒ということですよね。なのでテンサイ糖が茶色いのはこの黒糖とかきび砂糖が茶色いのとは全然意味が違うということなんですね。そこをまず、しっかり分けて考えないといけないということですね。黒糖とかきび砂糖っていうのは精製度が低いから、もともとの原料の色がついたままの状態だから黒い、茶色い色をしているわけなんですけども、テンサイとか三温糖とかが茶色いのは再度の加熱によって合併している状態の色ということですね。なので全く違うものということになります。なのでやっぱりそのテンサイ糖っていうものをですね選ぶ意味ってどこにあるのかなというところですよね。ミネラル分ほとんど入っていないので、上白糖とかそういったものは大差がないというものですね。スーパーに売ってるテンサイ糖でオリゴ糖がたくさん入っていますっていうのとかあったりするんですけど、オリゴ糖はすごくですね腸にいいのでいいとは思うんですけれども、それぐらいですかね。であとはこれもマクロビの人たちがよく言われるようなことなんですけども、その寒い地方で取れたものは体を温める。で暖かい地方で取れたものは体を冷やすっていうふうに言ったりしますよね。それ自体は正しい面もあればちょっと違うんじゃないかなっていう面もあったりすると思うんですけども、これ砂糖に関して言ったら砂糖というもの自体がそもそも体を冷やすっていう作用があるので、なので砂糖に関して栽培地の云々を言ってもあんまり意味がないんじゃないかなというふうに思います。なのでテンサイはですね北海道で栽培されているので寒い地域で栽培されてますよね。だから体を温めるみたいなテンサイ自体がですね体を温める植物なんですよというふうに言って、テンサイはいいですよっていうふうな論理というかですね理屈もあるんですけども、そもそも論っていうところですね、砂糖というもの自体が体を冷やすということは分かっていますので、そこをですね見てもあまり意味がないかなといったところですね。でやっぱりこの砂糖
のお話を今までずっとしてきてですね、最終的に、よりいい砂糖を選んだ方がいいですよということは今言った通りなんですけどもやっぱり基本的にそもそもの話ですね、大前提としてやっぱりその砂糖というもの自体はあまりおすすめできるものではないんですよね。たまに嗜好品として食べるとか少量食べるとかであればいいんですけれども、中毒性が強いものなのでそういった、大量に食べ過ぎちゃうとか毎日食べちゃうとかそういったことは避けた方がいいものなんですよね。なので、結局ですね砂糖であればグラニュー糖だろうが上白糖だろうが三黄糖だろうが天才糖であろうが、全部砂糖は砂糖なわけなんですよ。なんで、全部大体同じっていう感じですよね。ここはちょっとですね別の意味で体にいい部分とかもあるのでこれは結構おすすめなんですけども、だからといって食べ過ぎはダメなんですけども、これ以外の砂糖に関しては、ほぼほぼどれも同じということになります。やっぱりこの砂糖っていうのはブドウ糖と果糖が 50% ずつ入っている初糖というものなんですね。その初糖という、もの自体もそうなんですけど、そのブドウ糖 50%、果糖 50% って入っているこの果糖の方、果物の糖って書いて果糖ですね。その果糖の方もやっぱり体へ、良くない影響があったりするんですね。ちょっと肝臓に負担がかかりやすかったりとか、要は果物もビタミンたっぷりあって食物繊維もあるしすごくいいんですけども、果物もやっぱり糖度が高すぎる、果糖が多すぎるのであまり食べ過ぎると良くないという話もあります。なのでですね、砂糖の害っていうと本当に言い出したらキリがないということになってしまうんですけれども、なので極力少なくするというところで、じゃあ砂糖がダメだったら代替甘味料ですね、代替物で、代用すればいいんじゃないかっていうふうに思われる方も多いと思うんですけども、それも一つの、方法だと思います。なんですけれども、代替甘味料としてこの人工甘味料ですね、これを選ぶことは絶対にやめてください。これだけは非常に良くないです。砂糖よりも体に悪いです。 NG です。その理由はですねいろいろあるんですけれども、例えばそのカロリーはゼロですって言っている人工甘味料とか、ありますけども、この人工甘味料ってすごく人体にとって危険だということがもう科学的に分かっているんですよね。なので、よくある、異性化糖というやつですね。そうい清涼飲料水とか甘いお菓子とかそういった加工食品、お菓子類ですね、菓子類、菓子パンとかもそうなんですけど、そういうもののパッケージの裏見ていただくと、異性化糖とかあとはブドウ糖果糖溶液ですね、っていうものが書かれているのが結構いっぱいあります。すごくいっぱいあります。特にコンビニとかですね、スーパーとかのそういう菓子パンコーナーとかお菓子コーナーとか、あとは清涼飲料水ですね、炭酸飲料みたいなペットボトル飲料、そういったものには、ほぼほぼこれが入ってますよね。で砂糖が入っているのも大量に入っているのであまり良くないんですけども、これが入ってたらさらに良くないです。さらに直接人体に悪影響を及ぼしますので、これだけはやっぱり避けていきたいなというふうに思うわけなんですね。そのブドウ糖果糖液糖っていうやつとかは結構ジュースにはいっぱい入ってます。もうほぼほぼ大体のものに入ってるんじゃないかなっていうぐらい入っているので、特に子供にそういうものを飲ませたくないなっていう気持ちは、ありますね。はい、もちろん大人もそうなんですけども、そういったものを、こっちは普通の砂糖とかはできるだけ避けましょうっていうレベルなんですけど、まだですねレベルなんですけど、この人工甘味料に関してはもう絶対にやめた方がいいですよっていうふうに警告するレベルです。はい。でじゃあどうすればいいのって黒糖とかきび砂糖が手に入らない場合、砂糖の代わりにじゃあどうやって甘みつければいいのって言った時に、おすすめなのがこちらなんですね。甘酒とか本みりんです。一応ですね今ずっと砂糖の話とか、前は油の話とかをしていたのであれなんですけど、
基本的に発酵食品の講師とかをしていまして、やっぱりこの発酵食品、みりんとか甘酒が一番おすすめということを強く言いたいわけなんですね。最終的にはここにたどり着くと思います。必ずですね、砂糖とかを健康のために懸念しているって方は、ここにももちろん行くと思うんですけども、やっぱりここもですね、ぜひ、視野に入れていただきたいなと思います。で、みりんはみりんでもですね、例えばみりん風調味料とかは論外ですし、スーパーに売っている安いみりんだと、美味しいスイーツとかを作ることはできませんので、ちゃんとした、長期熟成された本みりんっていうのを選ぶのが大切です。で、甘酒に関してはですね、甘酒自体の美容効果とか健康効果とかを得たい、そういう効果を得たいって思ったら手作りがいいんですけれども、そうじゃなくってただ単にスイーツを作りたいとか、その砂糖の代わりに甘み付けをしたい、料理に、和食作る時に砂糖をあまり入れたくない、煮物とかに砂糖をあんまり入れたくないから、その砂糖の代わりに何かを探してるっていう場合であれば、市販の甘酒でも問題ないです。ただ単に、甘みをつけるだけが目的なので、どちらにしろ加熱していくことがほとんどだと思いますので、加熱したら、甘酒に含まれている栄養素、手作りのものの栄養素っていうのはもちろん損なわれますので、別にそのスイーツを作るとか料理に甘みをつけるっていうために使う甘酒に関しては市販のもので全然構わないので、こういったものをですね利用していくと非常にいいんじゃないかなと思います。甘酒スイーツとかみりんスイーツってもう検索すればいくらでもいっぱい出てきますので、もうレシピには困らないはずなので、ぜひですね、お砂糖を控えたいとか思っている方はこちらを挑戦していただけるといいかなというふうに思います。はい、ということでですね、これまで、5回6回にわたって、砂糖のお話をシリーズでしてきましたけれども、やっぱりですね、まずは砂糖がどういうものなのかっていうことを知ることに、よってですね、使い方とか選び方とか使う量とかですね、そういったところが変わってくるんじゃないかなというふうに思いますので、自分の体への影響っていうものを考えながら上手に砂糖と付き合っていくということをしていけるといいんじゃないかなと思います。やっぱりクリスマスとかお誕生日とかにはケーキが食べたいなっていうふうに思うと思いますので、そういった時はですね、砂糖を使った美味しいケーキっていうのを食べるのもすごくいいことだと思いますし、それをですね普段から、いわゆるなんていうんですかね、スーパーとかコンビニとかに売っているお菓子っていうのを毎日毎日食べたり、シュークリームとか、菓子パンとかそういうものですね、そういったことを、するのはちょっと考えた方がいいかなといったところですね。はい、ということでですね、砂糖のお話をシリーズで、してきまして、今回が最終回となりました。チャンネル登録をですねしていただきますと、このシリーズ、再生リストになってますので、1から順番に見ていくことができると思いますので、まだチャンネル登録されてない方は最初にですねしておいていただくと、他の動画も見やすいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。